さんこんにちは、角鹿のりこうです。今日はですね、ちょっと趣向を変えて、一見綺麗に生けられたこちらのお花、これを私ならこうするかなというところで、2点ほど手直しをしながら、お花をより美しく綺麗に飾るポイントなんかを皆さんにお伝えしていければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで皆さん、こちらのお花いかがでしょうか？改めてね、こちらの方でも画像を載っけておきますので、全体の雰囲気を見ながら皆さんも一緒に考えていければなと思うんですけども。で、今回問題にした2つのポイントなんですけど、これは私の教室に来ている生徒さんや、あとは体験に来てくれた方がよくやってしまいがちなミスっていうんですかね。こうしたら絶対ダメっていうものでもないんですけど、こうした方がより綺麗になるんじゃないっていうところで、いつもお伝えしているポイントになりまして、結構初心者の方が生けた時に見受けられる、そんなポイントを問題にしてみました。で、初心者でも生けられたお花というのは必ずいいポイントがどこかあると私は思ってるんですね。ですので、教室の生徒たちにもまずは良かった点を伝えて、その後にここをこうしたらより良くなるんじゃないっていう指導をしていまして、今日生けたこちらのお花は私が生けたものなので、自分でね、自分の花のいいところを指摘するのもこそばゆいんですけど、まずはこのお花のいいポイントを見ていきましょうか。で、画面越しだと上の部分が見切れてしまっているので画像で見ていただければなと思うんですけど、まず今日の主役、主材となっているこちらの徳さ、これがしっかりと伸びやかに見えていますし、一本一本の高さに変化があって長短がしっかりとついているので、徳さのバランスとリズムはいいんじゃないかなと。あとバランスで言うと、器の大きさとこの中心の花材のボリュームに対する徳さの一番長い位置、これも短すぎず長すぎず、適切なところで取れてるのかなと。やばいな、これめちゃくちゃ自画自賛な動画ですね。恥ずかしいな。こういう企画なのでちょっとやっていきましょうか。で、今日の企画、もし面白かったらまたやっていこうかななんて思っているので、よろしければコメントお待ちしております。ということで、続いて真ん中の副材の部分を見ていこうかなと思うんですけど、私はよく主材のことを主役、副材のことを脇役なんて呼んでいまして、脇役の中でも準主役の子たちがいると思っているんですね。で、それが今日ですと、このカーネーションに当たるのかなと。で、この準主役のカーネーションを見ていくと、今日の花材の量感ですと、この一番高いカーネーションをもう少し長くしてしまうと、中心部分が透けてしまって間延びしてしまうので、主役であるこの徳さを伸びやかに見せつつも、短すぎて下が窮屈でボテッと見えない適切な長さなのかなと思います。で、もう一点いいポイントがありまして、今日は自分の花を褒めますよ。この葉っぱの使い方ですね。今回はドラセナサンデリアーナを入れてるんですけど、まず生け花の一つのテクニックとして、手前に短めにキュッと入れることで、ねじめといって足元を締める、そんな効果が生まれます。で、今奥にもこの葉っぱ1本入ってるんですけど、これがないとですね、どういうことが起こるかというと、いかがでしょうか？ちょっと唐突にこのドラセナサンデリアーナが1本下の部分にポンとついているような、そんな印象を受けませんかね？中心部分をまとめている副材、カーネーションとスターチスの下の部分に葉っぱが1個ポンと唐突についてしまっている。で、それがもう1本少し高い位置にフッと入ることで、上の部分のカーネーションやスターチスと関わりができてくるので、より一体感が生まれると。これがあるのとないのとで全然見え方は違うんじゃないかな。で、この葉っぱでもう1点良かった点として、ちょっと画面越しだと平面的で分かりづらいと思うんですけど、横から見た時に、まず1本は今お伝えしたようにねじ目で足元に少し短めに押さえるのに使っていて、もう1本は少し奥に向けてフッと入れることで奥行きを出してるんですね。こうやって葉っぱでも前後差をつけることで、生け花というのは立体造形なので、肉眼でこう見た時により立体感を感じることができるんです。で、せっかくなので今お伝えした前後の立体感というところで、今映ってるこの花、1点だけ気になるところがあるんですけど、皆さん気づきますかね？順番に見ていくと、主役の徳さはしっかりと前後に立体感ついてますね。4本とも。で、紫のスターチスも見ていくと、手前に貼ってるものもあれば、奥行きに入ってるものもあるし、あとは中間に位置するものもありますね。続いてカーネーションはいかがでしょうか？こことここはしっかりと前後差あるんですけど、この2輪いかがですかね？若干の差はついてるんですけど、ちょっと縦に並んでしまってるなというところで、これも前後にしっかりと立体感をつけてあげると、正面から見た時もペタッとした平面的な印象がなくなるんです。生け花というのは基本的には床の間に飾られていて、両サイドと奥というのが壁で仕切られていたので、正面から見て楽しむお花になるんですけど、さっきの状態だとこんな感じでしたかね。ここでまず一つ手直しポイント。今お伝えした前後差の変化っていうのも大切なんですけど、正面から見た時に準主役のカーネーション、特にこの2輪がちょっと縦に並んでしまっているなと。また合わせてこの短い子もこちらとしっかりと左右に変化はあるんですけど、今カーネーションだけで見た時に
ちょっと中心部分によって窮屈かななんて、そんな印象を受けるんですね。よくこの3輪をつなげた時に不等辺三角形になると綺麗ですよなんて言うんですけど、極端な話ですと、寄ってしまうととっても小さい三角形になるところを少し空間を作ってあげることでゆったりと見えてくるんじゃないかな。ただこれがあんまり離しすぎるとちょっとばらけた印象になっちゃうので、その辺の適切なバランスっていうのもとっても大切なのかなと思うんですけど、これでいかがですかね。カーネーションだけで見た時にゆったりとした空間、間合いができたんじゃないかな。ということで続いて手直しポイント2つ目ですね。もう皆さんも察してると思うんですけど、ずっと触れてこなかったこのスターチス。これだけで見た時に皆さんいかがでしょうか。一見最初にお伝えしたこの葉っぱのねじめのように下の部分を丁寧にキュッと引き締めてる、そんな印象も受けるんですけど、ここで皆さん色に着目してみてください。色で見るとすごくわかりやすいかなと思ってこのスターチス今日選んできたんですけど、なんか下の方だけ紫がベタっと広がっていませんか。かろうじてこの子が入ってるんですけど、ここなんて紫の塊で見えますし、この短いカーネーションとの関わりはあるんですけど、長い2輪のカーネーションとはどこも関わりがない。そんなところで中心のまとまりに少し欠けてしまっているなという印象を私は受けます。あくまで私の感覚なんですけどね、今ずっとお伝えしているのは。これが必ず正解というわけではないとは思うんですけども、じゃあこれどうすればいいかというところでちょっと手直ししていければなと思います。で、下がベタっと重くてカーネーション2輪に関わりがないのであれば、この主役で生けた徳さや準主役のカーネーション、あとドラセナ同様、こういう小花というのも低いものもあれば高いものもある、そんなところでまとめていくと全体的に混ざり合ってきて綺麗に見えるんじゃないかなと。生徒のみんなにもよく伝えるんですけど、こういう小花系というのはこの準主役の花や葉っぱをつなげるつなぎのような役割で、お互いの空間や間合いは大切なんですけど、そういったものとは違う隙間になってしまっている部分を少しフォローしてあげるような、そんなイメージでいけてあげると中心部分がよりふわっと華やかに見えるかと思います。ただあんまり入れすぎると華やかというよりは中心部分がまたボテボテっと窮屈に見えてきてしまうので、塊で見えるようなギュッとした感じではなく、このスターチスもお互い空間や間合いを取ってあげるとふわっと綺麗にまとまるんじゃないかなと。ということでこの後ビフォーアフター見ていただければなと思うんですけど、今日お伝えしたちょっとした2点を意識するだけでもお花というのは綺麗に飾れるかと思いますので、ぜひね参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。